皆さんこんにちは、大川祐介です。はい、今日はですね、フォトグラファーの飯野くんのルームツアーをしていきたいなと思っております。彼はですね、フォトグラファーとして、数々のクライアントさんの写真を撮ったり、あとはこの環境がサウナ付きの別荘ということなので、サウナ入りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。なんかそのこだわりというか、なんかどの場所がどういう空間なのかちょっとあんまつかめずなんですが、サウナもあるし。まずここの手前のこの空間は何ですか？なんだろう。もうね、なんだろう。でもね、お任せしちゃったからね。もうお任せなんですね。うん。そっか、じゃあもう基本的に、でもコンセプトとかも伝えてないんですか？コンセントはね、ちょっと意図的にいっぱい作ってもらったかな。なるほど。仕事しやすいように。なるほど、なるほど。本当にいっぱいある。ね、結構いいところにコンセントある気がしてて。そうなんだね。で、ごめんなさい、ちょっと僕のイントネーションが悪かったんですけど、コンセプトコンセプトコンセプトは何なんですか？コンセプトなんだろうね。ちょっと合わせましたけど、コンセントの流れに。全然聞こえなかったわ。ななんだろうね。ないですか？あんまないかも。でもバーカウンターがあるから、なんかお酒好きなのかなって思っちゃうんですけど。みんなとか家族とかで料理とかするとか。飯野くん料理するんですか？俺はしない。なるほど。別にできなくはないけど。俺は別に。料理してもらうんですね。いやでも本当にね、雰囲気が超良くて、でそこにねアートもあったり、グラスのライトアップがあったりとか。これアートはどういうものなんですか？これはね、でも玉美の大学の先輩のガラスのアートを購入して自分の家にあったのを持ってきたっていう感じ。なるほど。何置いてもいいんだけどね。別にこれ傾き変わるから。でもすごいかけるやつでもいいし。本当に空間おしゃれだなと思ってて、インテリアもそうですし、なんかそういうのはなんか好きなデザインとか、以前ねグラフィックデザインとか学んでたってことで、なんかよくインプットされてるんですか、そういう領域って。いや今は全然してないかな。大学の時とかは美術館行ったりとかしてたけど、別に今は何か進んで、きっとやった方がいいんだろうけど、最近はあんまりやれてないかも。なるほど。ここのバーカウンターでみんなでご飯食べたりお酒飲んだり、で奥にはサウナツールがあるんですけど、あれね。サウナしたり、最高ですね。でここは本当になんかどういう場所っていうわけでもなく、ゆったり座りながら、そうだね、座ったり寝っ転がったりでプロジェクターもあって、映画とかも見ると。そう見れる。でもなんかこのインテリアとかもめっちゃいいですよね。なんか日本っぽさがあるというか、これもどっしりしてて、いやでもこれはかなり時間とかコストがかかったんじゃないですか？そうですね。時間かかりました？どのぐらいかかったんですか？時間結構数年かかったかな。でも別にその作るのっていうよりはその構想から始まって、こういうのにしたいなとか、こういう使い方したいなとかっていうのから考えて。なるほど。あと資材があんまり来なかったりとかしてたから。なるほどね。でもやっぱりサウナは大事だったんですか？そうだね。なんかウッドデッキは前からあったんだけど、なんか置きたいなと思って。サウナ好きなんですか？好きというか眺望がいいから相性はあるな、合うな。いや好きじゃなきゃ置かないっすよね、このいやこの施設みたいな感じの。いやなんかあった方がいいじゃん。いや、あの家にサウナあるなんて夢のようですね。ね、ただだよ。でもやっぱフォトグラファーになればちゃんとお仕事を、SNS も活用しつつセルフブランディングすれば、こういう別荘とサウナゲットできるってことですね。買ったわけじゃないからね。おじいちゃんの家を改装したから。なるほどなるほど。ラッキーというか、その辺は運が良かったですね。結構クライアントを呼ぶことあるんですか？
でもまだ今年できたばっかだからこの間、同じような感じで撮影した。あ、そうなんですね。うん。へえ。でもまあそうだね。でも一緒に働いてた人とかも全然来るというか、いやなるほど。来たよ。まあ、ぜひこれはニコンさんにも来てほしいですね。使ってくださいぜひ。ありがとうございます。じゃあ今ちょっとうん。カーテンを閉めていただいて、うん。プロジェクターに投影してるんですけど、ここでは普段何をされてるんですか？まあ映画見たりサッカー見たりしてる。サッカー好きなんですもんね。サ結構フットサルとかよくやられてて、サッカー好きだね。じゃあもう本当に幼い時からずっとサッカー部で、ずっとサッカー部。プロサッカーも目指そうと。目指せなかったよね。目指せなかったんですか？高校がもう強くなかったからああ、なるほどね。仕方なく。で、まあ一応、サッカーの観戦を常にここでやったり、そうだね。映画見たり。映画は週何とかで見るんですか？いやでもみんなと同じぐらいだよ。流行ってるドラマ見たり。週1とかですか？そうだね。アニメとかはよく見るかな。なるほど。なんか結構そういうエンタメって、まあ、娯楽と捉えることもできれば、うん。まあ、仕事に生きる要素でもあるじゃないですか。まあでも確かに、そうだね。僕はなんかそういうマインドで週1は必ず見ようって思ったりしてるんですけど、映画を。うん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 。いいのかそういうのはあんまないんですか？あんまないかな。なるほど。でもいいですね。本当に空間がこの感じで、まあサウナしながらうん。ちょっとサッカー観戦したりってのもできちゃうんですね。そうだね。ここで今、まあ、PC とか開いてますけど、お仕事をされることってのはあるんですか？結構その空いた時間とかにサウナもあるし。サウナね。サウナちなみに今週何で入ってるんですか？いやいやいや、週1ぐらいじゃない？週 1。うん。でも週1なんですか？こまあまあまこで。あまあ、うん。まあ今、外暑いし。ああ、なるほどね。普段は東京で普段は東京で。拠点で活動しながらも、うん。週末だけこっちに帰ってくるって感じなんですか？とか、まあ、友人と一緒にとかね。なるほど。ちなみにですけど、普段のそのお仕事うん。っていうのは、なんか具体的に聞きたいんですけど、フォトグラファうん。ーでどのような作品とか写真撮影をしてるんでしょ普段、なんだろう。でも今は来年の大河ドラマのスチールで入ってるから、もうちょっとしたら世にいろいろ出るかなっていうう？感じ。なるほど。なんかその、まあ、僕たちの出会いは結構うん。その、まあ、SNS を通じてだったりとか、また共通の友人っていう形ですけど、飯野くんといえばやっぱインスタで、まあ、風景とか、うんうん。まあ、人ポートレートを撮ってるイメージがあるんですけど、なんかその飯野くんにとってインスタグラムってどんな使い方になってるんですか？なんだまあ、ろ最初から聞きたいです。最初のインスタグラムはどういう立ち位置で運営してたんですか？う。一番最初は、その、なんだろう。いろんな世界の人とかとつながれたり、コメントが来たりとかしたのが新鮮で、しかもただだし、確かっていうので、すごいな、このツールってなって、まあ、ギャラリーみたいな感じで使ってたかな。に。なるほど。じゃあもう本当に、まあ、ギャラリー、まあ、あとは時にはなんか名刺交換ツールみたいなうんうんう感じでん。機能したって感じなんですね。それはインスタグラム経由でなんかお仕事を得たうん。みたいなのもあるって感じですか？うん、もちろん、たくさん。なるほど。で、今は本当にね、ナイキとかアディダスとか、それこそ大河ドうん。ラマの撮影とか、いろんなクライアントさんがいると思うんですけど、そういった仕事にインスタグラムって生きてるんですか？まあ、生きてるんじゃないの？資料で使ってもらってると思う。俺は知らないけど、そのああ、なる代理ほど店とか、ね。なるほど。そういうところが提案してたりすると思う。まあ、見れば、どんな写真撮ってるか簡単にわかるから。うん、なるほど、なるほど。ただそのインスタも全部仕事じゃないうんと思ってうんうん。て、まあ、趣味もあるじゃないですうん。か。そういった点も含めて今のなんか投稿のバランスとかって、この間スレッズ見た時になんか1ヶ月ぶりになんか更新したみたいな話があったり、まあ、確かに。そう、それは今なんかどういうスタンスでなんか継続されてるのかなって気になったんですけど。まあなんか、アルゴリズムが変わったりとかうん、そうっすよね。
ね、逆に今ショート動画みたいなのがすごい流行ってるから、まあ、仕様がどんどん変わってるけど、まあでもやっぱりその写真見たいって言ってくれる人も何人かその、うん。ある一定いるから、まあ上げ続けたいなという感じではあるけど、うん。あんまりやれてない。まあ割と撮って満足しちゃう感じも若干ある。ああ、なるほど。それはちょっとクリエイターの悩みですね。まあそうだね。じゃあもうたまりにたまってるんですか、今は。いや、上げてないのとかめちゃめちゃいっぱいあると思SNS 目的で、うんなんかその、SNS で発信しようって言って取ることはあるってことですか？う。いや、あんまりないかな。もうなくなったかな。なるほど。うん。でも本当にインスタグラムって最初写真でめっちゃ伸びたと思ってて、うんうんもう今まさになんか動画じゃないですうん。か。だからそのフォトグラファーの方ってそう今なんかリールズとか短尺とかってどう捉えてるのかなってすごい気になってたんですけど。うん。ねえ。まあ動画ずっとやってないから俺は、はい。もうちょっと息苦しいよね。なんかまあみんなが動画ばっか見てんの。けどなんか写真ベースでうん。なんかその写真を見せるんだけどなんか動画にしてる BTS とかを動画にしてるみたいなのね結構ありますけど、でもやっぱそれも本当にいろんなね種類のコンテンツがあるからそうだね。なかなか取り入れて飯野くんのあのチャンネルで発信するってのもなんか難しそうですよね。難しいと思う。けどまあ全然何も隠してるわけじゃないんだけどね。うん、確かにな。でもクライアントワークがしっかりやっぱあるとなんか SNS やる意味ってなりますよね。まあそうだね。本当だから、継続できるようにあんま無理しない感じ。だから例えば毎日あげるとか、うん1週間に何枚あげるとか、なんかルール決めちゃうとね、息苦しくなるから。なるほど。まあいいもの撮れて、ちょっと心に余裕があるときに編集してあげるみたいなるほどです。でもあれですよね。カメラはずっとニコンっていうふうに聞いてて、な。ずっとニコン。最初は何だったんですか、ニコンの。最初はね、D610 っていう一眼レフ。D610。聞いたことないです。聞いたことない申し訳ないですけど。嘘でしょ？ごめんなさい、ごめんなさい。僕動画なんで、ああ、なニるほどね。コンって一番なんか動画のイメージがなかったと思うんですよね。確かに。まあ、最近ね、本当に、まあ、今回もね、Z6 で撮ったりとか、僕の中でもね、変わってきたと思ってるんですけど、そう写真のイメージがあって、でフォトグラファーの飯野さんがニコンをなんか使い続けてる理由みたいなのってめっちゃ聞きたくて。ああ。いや、そうだね。まあでも、一番最初に買ったからっていうのもあるし、その別に他社に変える理由もあんまりないよ、逆に。最新のカメラは何今は Z7 使ってて、Z7。でももうね、どれくらい使ってんだろう。コロナ前から使ってるから、もう4、5年使っちゃってるから、ちょっとやばそうだから、10月末に Z8 を買おうかなって思ってる。Z8 の決め手は何なんですか？なんかね、この間レンタルで、2台持ちでやらなきゃいけない仕事があって、レンタルで Z8 借りたらすごい良くて。あとね、1本で毎月撮ってるお仕事で、実は動画も撮ってて、あ、そうなんですか。そう、撮ってるんだよね。でもう1年続いてるんだけど、へえ。また来年も多分やることになりそうなので、なるまあ、ほど。動画スペックもね、高いから絶対いいとかなって。なるほど。なんかその Z8 を使った時のうんなんかいいなっていう感覚はどういうところに感じるんですか？いや、でもね、圧倒的な連射スピード。連射スピード、マジでちょっと異常かも。面白い。僕正直カメラ連射スピードで見たことないんで、やっぱそれはやっぱフォトグラファーの方が感じる側面ってことですか？まあ、おそらくシンプルに多分 Z7 の倍スピードがある。1秒何枚だろうね。20枚とか撮れたんじゃないかな、ローで。1秒間で。その連射スピードが大事なのってなぜなんですか？まあでもどんなシーンでも、例えばね、みんなが簡単に想像つくのはスポーツとか鳥とか、その速いものに対して瞬間を逃さないっていうのもあるけど、その最近やってる映画とかドラマのお仕事とかって結構そのなんだろうな、写真のために用意されてる場じゃないから基本的に、動画のライティングだから暗いしみんな演技してるし、
っていうので、まあ、たまにそのもう10枚撮って1枚でもピント合ってればいいかなっていう結構シャッタースピードも落としてたりする時とかに、まあ10枚撮って1枚合ってればいいのが倍になってるんだったら20枚で2枚合ってるとかっていう使い方もあるし、まあだからなるほど。メリットしかないかも。まあ枚数がいっぱい増えちゃうっていうのはデメリットかもしれないけど、確かに。まあ、本当に一瞬を撮らなきゃいけないっていう仕事をしている方からすると、結構そうもうカメラに助けられてるみたいな側面はあだるんですね。いぶそうだと思なるほど。なんかレンズとかってどうなんですか？僕正直ニコンを使い始めたのって最近でして、まだやっぱニコンの魅力の深くを理解してないと思うんですよ。レンズってどうなんですかね？どうなんですか？何本ぐらい持ってるんですか？いやでもね、俺全然結構びっくりされるけど、はい。機材正直どうでもよくて、おお、 3本しか持ってない、レンかっズは。こいいですね。レンズ3本。3本だけ。で、最強の1本は何なんですか？いや、そういうのないいやでもやっぱり圧倒的に使ってるのは70、200の2.8だと思え、う。もう異常に。70、200？うん。ずーっとついてると思う、多マジで？分。それってじゃあかなり寄りになっちゃいますよね。まあ、被写体によるけど。まあ、そうだね。望遠レンズ。そっか。確かになんか、景色とか撮らないってなると、うん。やっぱ70、200になるのか。なんかね、こう、歪まないから好きなんだよね。やっぱあー、広角あんまり好きじゃなくて。いや、めっちゃ面白目と違うじゃん。見てる目と。い。なるほどね。まあ何か理由がある広角ならいいんだけど、なるほど、なるほど。ない場合はあんまり好きじゃない。ちょっと動画の人と違うかもね。24ミリとかそうですよね。使わない。なるほど。今、まあ、飯野くんは、うん。まあ、ナイキとかアディダスとか、まあ、そういったね、グローバル企業だけに限らず、いろんなお仕事されてると思うんですけど、まあ、それこそニコンの、うん。パンフレットうんとかの撮影もされていて、まあ、いろいろ撮られてると思うんですけど、今なんか一番撮影してて楽しいなって思う作品、仕事って何になるんですか？なんだろうね。まあ、ちょっと選ぶの難しいと思うんですけど。まあでも自分の観点だけじゃないアイディアが入ってくる仕事とかは結構面白いかも。デザイナーさんがいて、代理店の人がいてとか、なんかまあ目線が違うじゃない。俺はこれがいいと思う、この構図がいいと思うけどっていう話から、まあ、じゃあここにグラフィックが入ってくるからもうちょっとこう広めに撮りましょうよとかなってくるとどんどん、まあ、自分の写真だけど、まあ、誰かのアイデアがどんどん入ってくるから、なんかそれで出来上がる写真は結構楽しい。なんかなるほど。自分の写真だけど、まあ、一緒に。作り上げると、うんコラボレーションするっていうことですよね。飯野くんって、ルーツとして、うん。あれですよね、なんかプロダクトデザイナー志望とか、ああ、志望ではないけど、まあ、学科だった。うん。プロダクトデザイン学科だった。だからそのニコンとか作ってるデザイナーは全員後輩だったり。マジっすか？そう、全員っていうのは変だけすごど、いな。俺の代もいるし、下もいるし、上もいるし。じゃあ、写真を学んでたわけじゃないってことです全か？く何も勉強してない。その学校で学んだことが、うん。今の写真に生きている。まあ、言っても今ってフォトグラファーになったわけじゃないですか。うんうん。そこには変化が多分あると思ってて、うん。なんかどういったその学生時のインプットが今に生きてるんですか？そうだな。でも結局四角の画面になるじゃない写真って。はい。そこの中での構成力とかは、構図とかも、絶対にその基礎で学んでたことが生きてると思う。なるほど。まあだから撮ってるものは、ね、こうリアルなもの撮ってるけど、割とその視覚の中で、感覚としてはちょっとポスターを作ってるような。ここにこれがあったらいいし、ここにこれがあったら綺麗だし、ここはこの色があったらいいよね、みたいな。まあそこまで作り込まないけど、まあでも自然にそう考えてると思う。なるほど。なんかスレッズ見てて、過去に編集した写真をなんか再編集しないみたいな。あんまなんかしないね。生き物みたいな感じだっていう聞いてたんですけど、それすごくなんか独特な考え方だなと思ってて、それについてちょっと聞けますか？まあなんか全然否定はしないんだけど、なんかその技術も含めて、その時の感情で一回完成したものを
もう一回、まあ、同じものができないじゃない基本的に。パラメメーターがさ、まあ、ちょっとずつ違うじゃん。露光とか、確かに。サイドとかも。逆にその変な話、一生できちゃうけど、まあ、そこで止めてるから、まあ、それでその時の完成。なるほど。で別に、あんまやる意味ないかなって。もう一回。うんまあやれるけどね。うん。なるほどです。うん基本的にはその写真っていうのは、その目の前にある MacBook で編集されてるんですか？うん。すべてこれで。すべてこれで。結構びっくりされるけど。かなりコンパクトですね。なんかデスクトップ PC とうん。かあるのかなと思ったんですけど、ない。PC のスペックにこだわりはありますか？ いや、ないです。マジ。M1MAX、メモリ64。まあでも M1 チップなんですね。今って M3 とか M4 とかあるんですけど、そうなんですよ。じゃあ変えたいね。でも、飯野くんのような作品を作りたいって方いると思うんですけど、うん、M1MAX とかあれば全然問題はないんですか？いやー、でも、多分早いに越したことはないと思うけどね。その処理能力とかは。どういう時に感じるんですか、それは。いやでも何千枚って取ったお仕事の中からやっぱ選んだりするときとか。そっか、一つ一つの、表示スピードとか書き出し速度とうか。んうん、そうだね。なるほど。まあ不自由はしてないけど、でもそれは、今出てるのを知らないからっていうだけだと思なるほど。でもなんかこのノートパソコン1台で、飯野くんのお仕事全部完結してるっていうのは、う。うん。レンズもねそんなにめっちゃあるわけじゃないっておっしゃいましたけど、なんかそういうコンパクトに収めようみたいな、なんかあるんですか？いや別にそういう意識は全然してないけど、興味ないんだと思う。その道具に。いや面白いですよね。なんかそう僕結構ガジェットのうんレビューとかねやったりすうるんで、んうんうんうん機材機材って言うんですけど、はいはいはい。正直その表現者からすると、うんなんかどの機材でもいい、うん何を表うん現するかが大事だってやっぱ思ってて、そうだね。飯野くんも機材じゃないんですね。そうだね。なんか、どうでもいいかも。何でも。なるほどなるほど。何でもいい。面白いな。じゃあその表現したいことが重要で、うんなんかその表現したいことってのはなんかどういうふうに見つけられるんですか？でも、スイッチのオンオフはあると思う。自分の中で。はい、撮りますってなったら、まあなんかそういうモードになって撮るし、逆に、ね、ずっとオンにしてたら疲れちゃうから。うん、まあたまに歩いててね、あ、いいなって思ったら、携帯で撮ったりとかは全然あるけど。そうっすよね。なんかショットオン iPhone とかを見ることあれば、フィルムアカウントか、うん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 。別アカウントに分けてたりとか、うんうん。それはなんかどういった意味があるんですか？まあなんかフィルムはフィルムでまた違う気持ちで撮ったりしてるから、うん、まあデジタルと、まあ一緒の時もあるけど、割と意図的に違う感じはあるかも。なるほど。でも本当にね、誰もが写真撮って、うん。誰もが編集して、うん。みんな SNS でインスピレーションを受けるから、同じようなコンテンツにもなると思うし、うんうん。そんな中でなんか飯野くん的にやっぱその自分の写真はうん。これだっていうのはあるんですか？なんだろう。なんだろう。でも、色が好きだからカラフルになってると思う。多分。なるほど。色が重要。まあ、色が好き。でもなんか撮影時になんか色があんま入んない時ってあるじゃないですか。なんか太陽の関係か何かで。まあ、あんのかな。撮影時にもしっかり捉えるし、編集でも意識すると。うん。編集ちょっと見てもいいですか？なんかどうぞどういう感じで、どういう感じ？はい、な見せれる範囲内でちょっと自信のあるような自いい写信真。がある。だって今ねめっちゃ写真ありますけど、やばいね。どれがいいなんてちょっと分かんないですよね。すべての写真18万枚ある。えぐっ。そのデータ管理は今、うん SSD というか、ね、ハードディスク刺さってますけど、うん。基本的にはリアルハードディスクで残すって感じですか？そうだね。でもちょっと分けてるかも。あんまり大きいハードディスクにしないようにしてる。回転体だから壊れちゃうから。そういうのだから意識してるんですめっちゃ溜まってるね。そっか。なんかクラウドとかにしないんですか？いやー、だから検討中。でもこれはカメラマンの人は全員悩んでると思う。どこに。結局ね、めっちゃ増えてくから。
そうですよね。そうだからどうしようって感じだよね。まだハードディスク壊れたことないけど、まあ、いつかそういう日も来るとは思うから、ですよね。ね、ダブルバックアップみたいなのしといた方が、まあね、真面目な人はやってると思うけど。なるほど。なんか本当いろんなお仕事されてると思うんですけど、うん。一番やっちまったなんか仕事とか経験ってあるんですか？あ、仕事じゃなかったんだけど、XQD っていうカードなんだけど、Z7 が。はい。一回ね、飛んだことあって、読み込めなくなっちゃって。でもね、その時に限って、データ移してなくて、福島に旅行行ってたのかな。はい。SL 取ってて。で、一日にその何百枚って、まあ趣味の時だったから取らなくて、3はい。日間そんなにいっぱい取らないから、後でいいやと思って。はい。で、本当にめちゃくちゃいい条件の奇跡の一枚みたいなのがあって、それのために、いくらかかった？ 50 万ぐらい。マジっすか？そう、一枚のために。でも、やっちまったよね、それは。びっくりしちゃった。いやっぱデータ関連ですよね、やっちまうのや、だかは。ら仕事だと思ったら、ゾッとするよね、本ゾッ当に。としますね、それは。まあ、ぶっちゃけ戻ったからよかったけど、はい。でもね、80%ぐらいじゃない。ああ、なるほど戻ったのは。ね。まあ、っていうことを考えると、まあ、もちろん日々のね、仕事のうん。向き合い方も大事だけど、まあまあ、いい機材を使うっていうのも、まあ、多少のなんて言うんだろうな、解決策というか、まあそうだね、っていうのはある壊れづらいかもですよね。とか、まあ一個のをずっと集中して使い続けないとかっていうのは大事だと思うね。うん。なるほどです。この写真のちょっと編集の部分、うん。少し見たくて、なんかその、どこを見てどこを調整しているのかっていうのを、ちょっと盗みたいなと思ってるんですけど。どうぞ。何がいいかしら。あ、花火、いいっすね。花火いい？最近のっけてたと思うんで、いいよ。何でもいいけど。じゃあ花火でいい写真1枚いいですか？うん。えぐいな、もう見る限り。あ、星2つ以上。こういう感じなんだ。あ、そう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 。何うがいいかな。わー、そう、飯野くん結構その、星とか、うん。まあ、いわゆるナイトイベントというか、夜の夜うん。景のイベントみたいなうんうん。のを撮ってるの見たことがあるんですけど、うんうん。そういうのは撮りたいと思ってるってことですか？好そうだね。きなんですね。うん。確かに色が鮮やかだから合いますよね。花火、全然、自分のプリセットがあるから、はい。自分のプリセット当てて、一瞬だよ、普通に。全然時間かかんない。基本的にはじゃあ飯野くんのプリセット色味があって、うん。それを当ててうん。微調整をしていくと。そうだね。まあ、明るさとか。まあ、花火はちょっと特殊だから、うん。クロップして。そうだね。本当はクロップしたくないんだけどさ、花火ってどこ上がるかわかんないからさ、うん。広めに撮らなきゃいけないんだよね。なるほど。そういうのもあるんだ。そうそう。長岡ってどこが上がってくるかわかんないからあ、さ。そうなんですね。そめちゃくちゃ大変ですね。急いよね、本当に。あっちで上がった、あっちで上がった、あっちで上がった。この花火はうん。お仕事として撮ってるんですか？そうん、れとも趣味で？全然趣味で撮りに行った。あ、じゃあもう趣味でそうやってガチ撮影するみたいなのもあるんですね。そうだね。なんかこういうイベントっぽいのは好きかも。それは、なんかやっぱ SNS でうん。僕のイメージ、結構花火ってバズってるイメージがあるんですよ。ああ。なんかやっぱそういった SNS 映えというか、うん。そういうのも意識されてたりするんですか？まあ、してないけど、やっぱシーズンごとは受けも良かったりとか、結構それで、この間やってたスターアイランドっていうはい、そうですね。お仕事にも生きたりするから、撮りなる方とかね。ほどね。まあだから、いろんなものを撮るのが大事なんじゃないかな。そっか、それめっちゃ興味深いな。仕事だけやってるんじゃなくいや、て、意外とマジでね、生きてくるのよ。いろんなのと、いろんな炎を撮ったりとかさ、うん、水撮ったりとか。どれぐらいのシャッタースピードでどれぐらいの表現になるとかさ。
確かにあるからさ、その仕事で取ってくださいって言われた時にね、一つしか表現方法なかったりとか、何回もそこの場で試すのはさ、ちょっとあれじゃない？なるほど。引き出しがあった方がいい。でそういうちょっとその趣味的な範囲で撮影をしたことが仕事に生きるってことを考えると、やっぱ新しい仕事を取るっていう意味でもなんか常になんか探求していくっていうのは大事ですね。まあそうだね、普通に趣味だからね。ああ。飯野かこれフォトグラファーはなんか仕事と思ってるんですか？それとも本当比較的なんか遊びに近い感覚いや、遊びでですよ、遊び。最高の趣味ですよ。いいな。はい、終わり。本質的ですね。早い。一瞬だよ、本当に。なるほど。じゃあ自分のなんか色を作る上で大事なことって何なんですか？まあ、過度にやりすぎないことかな。うん。こっちもいい、あっちもいいみたいなさ。やっぱ過度にやりすぎない。前も言ったけど、無限にできちゃうからさ。どこかで終わりっていうのなるほど。はっていうのも含めて生き物なんですね。めちゃくちゃ綺麗。綺麗バカ綺麗ですね。綺麗と PC から少し離れたいんですけど、うん時計とかアクセサリーとかがちょっと目に映ったんですが、はい。それはなんかあるんですか、こだわりが。いや、特にない。けど、Apple Watch はしたくない。なんでですか？もう一個充電増やすのめんどくさくない？なんでですか？だってこれも充電して、携帯も充電してさ、タイプ C とかならいいけど、なんかね、タイプ C じゃないじゃん。特殊な機構だからね。あと電池切れるのがだるい。なるほど。から、もう本当に何が起きても頑丈なやつにしてる。水とかさ、撮影してる時とかさ、ガンってぶつける時とかあるから、それアップルウォッチで、割れちゃったってなったらショックじゃん。なるほど。全然そこは何もちゃん気にしない。と時計としてまあジャストイナフな、機能を取ってるって感じなんですね。そうだね。アプローチっていっぱいあるじゃないですか、複合的にね。なるほど。いやなんかそういうなんか時計とかもそうですし、物の使い方とかカメラとかもそうですけど、なんか新しい一面が見れたなと思ってて、ちょっとこの環境の話をしたいなと思うんですけど、なんかその別荘とか、サウナをつけたいとか、結構趣味の延長な気はしてるんですけど、なんかどういうこだわりを持ってなんかこの環境を作ったとかってあるんですか？でも一番はそのおじいちゃんの家がもうここにしかなくて、はい、これを売っちゃうってなると、田舎じゃないけどなくなっちゃうから、ちょっとなんとなく残したいなと思って。なるほど。ちょっと売るの待ってくれって言ってで作った。改装したんですか？すっごい雰囲気がいいんですけど。そう先輩に頼んで改装しました。なるほど。でもやっぱこの別荘があるかないかで、どう飯野くんのライフスタイルは変わったんですか？まあでも友達も連れてきやすくなったし、分かりやすくオフの、でもここで仕事する時もあるけど、分かりやすくオフの時間っていうのが作れるようになったかな。東京からも1時間ぐらいで来れるし。そうっすよね。別に電車でも来れちゃうし。全然日帰りでも行けるから、それはいいかなと思って。マジっすか。ちょっといいですか、サウナ入っても。やりましょうカメラマンなのにおこがましくすいません。全然